にちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはハンス・クリスチャン・アンデルセンによる珠玉の物語、醜いアヒルの子です。アンデルセンの童話は世界中で愛され、100以上の言語に翻訳されています。この醜いアヒルの子もまた時代を超えて読み継がれている不朽の名作です。一見すると手に取りやすいボリュームかもしれません。そこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている他者との違いや本当の自分らしさとは何かを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。ウォルト・ディズニーはこの物語を原作とした短編アニメーション映画を1931年と1939年に制作しました。1939年のカラー作品はアカデミー短編アニメ賞を受賞し、多くの人々に感動を与え続けています。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したハンス・クリスチャン・アンデルセンと作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。前回は同じくアンデルセンの裸の王様をお届けしましたが、今回はまた異なる角度から彼の魅力に迫ります。作者であるハンス・クリスチャン・アンデルセンは1805年にデンマークのオーデンセで生まれました。貧しい靴職人の父と洗濯婦の母のもと、決して恵まれたとは言えない環境で育ちます。しかし父は読書好きで、幼いアンデルセンに物語を読み聞かせ、創作への興味を育みました。彼の人生そのものがまるで一つの物語のようでした。14歳の時、アンデルセンは俳優を志し、わずかなお金を手にふるさとを離れ、コペンハーゲンへと向かいます。しかし現実は厳しく、挫折を繰り返す日々でした。それでも彼は夢を諦めず、その情熱的な意欲が支援者との出会いにつながります。教育の機会を得たアンデルセンは文才を開花させ、詩人、そして童話作家としての道を歩み始めます。1835年には最初の童話集、子供のための童話集を C.A. レイツル社より刊行し、作家としての地位を確立しました。アンデルセンは生涯独身を通し、旅を愛し、多くの作品を生み出しました。彼の作品には自身の体験や叶わぬ恋、貧しい人々への共感、そして夢を追うことの尊さが織り込まれています。醜いアヒルの子が出版されたのは1843年です。19世紀前半のデンマークは絶対王政から立憲君主制へと移行し、社会構造が大きく変化した時代でした。産業革命の波も押し寄せ、ナショナリズムが高まり、社会は不安定ながらも新たな時代へと動き出していました。コペンハーゲンは戦火や財政破綻に苦しむ一方で、芸術の分野ではデンマーク黄金時代と呼ばれる活気に満ちた時期を迎えます。ドイツロマン主義に触発され、文学、絵画、音楽、哲学などさまざまな分野で才能が開花しました。アンデルセン自身もこのロマン主義の影響を受けつつ、現実社会の厳しさや人間の内面を鋭く描き出しました。当時のデンマークでは貧困や格差、差別といった社会問題も存在していました。アンデルセンの作品はこうした社会の光と影を映し出し、時に鋭い社会風刺も含んでいました。例えばマッチ売りの少女では貧困と孤独が描かれ、当時の社会の冷酷さが浮き彫りにされています。
醜いアヒルの子もまた外見による偏見や疎外感といったテーマを扱い、多くの人々の心を打ちました。彼の物語は当初デンマーク国内では必ずしもすぐに評価されたわけではありませんでした。しかし国外での評価が高まるにつれて、その価値が広く認識されるようになったのです。アンデルセンの作品はデンマークという小さな国から世界へと羽ばたき、後世の文学や芸術にも大きな影響を与え続けています。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知る。そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ醜いアヒルの子の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、孤独の中で自分を見失いそうになりながらも、やがて本当の自分を見出す魂の旅路。周囲との違いに苦しみ阻害されながらも内なる美しさを信じ続けた者の奇跡です。それではこの物語が私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。第1章、吉野ゆりかご、祝福なき魂の目覚め。初夏の陽光がデンマークの田園風景を黄金色に染め上げる頃、古いお屋敷を囲む深い堀の水面近く、ごわごわとした葉を茂らせるごぼうの陰に隠れて、1羽の母アヒルが辛抱強く卵を抱いていた。その場所はまるで世界の喧騒から隔絶された静謐なる聖域のよう。やがて一つまた一つと卵の殻が内側から小気味よい音を立てて割れ、黄色い絨毛に包まれたヒナたちが生命の賛歌をささやくように顔を出す。しかし最後に残されたひときわ大きな卵は母アヒルの期待をじらすかのように沈黙を守り続けていた。ようやくその厚い殻を破って現れたのは、他のヒナたちとは似ても似つかぬ大きく不格好で鈍色の羽毛をまとったヒナだった。まあなんて大きな子だろう。まさか七面鳥の卵ではあるまいね。母アヒルのつぶやきには戸惑いとかすかな不安の色がにじんでいた。この一羽のヒナの誕生は吉原の穏やかな調和に小さな、しかし無視できない不協和音を投げかけた。その灰色の姿は陽光きらめく水面にも周囲の緑にもなじまず、どこか場違いな影を落としていた。世界はまだ彼を受け入れる準備ができていないかのように、その最初の呼吸は祝福よりもむしろ見えざる孤独の予兆をはらんでいた。第2章、茨の道行き、影とささやきの中で。アヒルの社会への門出はこの異質なヒナにとって容赦ない試練の始まりを意味した。母アヒルの庇護も虚しく、アヒルの庭は彼にとって針のむしろであった。兄弟姉妹からは突き飛ばされ、他のアヒルたちからはあざけりの言葉を浴びせられ、七面鳥のオスに蹴られ、餌をやる娘にさえ邪険に扱われる日々。その大きな体躯と何よりも周囲と異なる鈍色の羽毛は絶え間ない攻撃の的となった。醜いアヒル。その言葉は鋭いくちばしのように彼の心を突き刺し、癒えぬ傷を残した。彼の内なる声、繊細な魂は誰にも理解されることなく、ただ孤独の殻に閉じこもるしかなかった。彼は自分がなぜこれほどまでに憎まれ阻害されなければならないのか、その理由を見出せずにいた。夜ごと足の墓毛に身を潜め、月光に照らされた水面を見つめながら、彼は言いようのない悲しみとここではないどこかへの漠然とした憧れを募らせた。やがて耐えきれなくなった彼は、ある霧深い朝、生まれ故郷の庭を後にする。それは安息の地を求める当てどない逃避行の始まりだった。湿地では野生のガンたちとの束の間の出会いがあったものの、それも猟師の銃声によって無残に引き裂かれる。恐怖に凍りつき、足の茂みに身を隠した彼の耳には、猟犬の荒い息遣いと水面を叩く羽音が死の交響曲のように響き渡った。この世界は彼にとってあまりにも過酷で理解不能な場所だった。第3章、暖炉のそばの不協和音。自由への承継。傷つき疲れ果てた醜いアヒルの子は、
荒野をさまよううちに一軒の古びた農家へとたどり着く。そこには老婆と一匹の猫、そして一羽のメンドリが暮らしていた。老婆は目の悪さから彼を太ったガチョウと見間違え、卵を産むことを期待して家に置くことにする。猫は喉を鳴らして満足げに丸くなり、メンドリはせっせと小さな卵を産んで一家の主人のように振る舞っていた。彼らは自分たちの価値観こそが世界のすべてだと信じて疑わず、醜いアヒルの子に対しても卵を産めるのか、猫のように喉を鳴らせるのかと、彼ら自身の尺度でその存在価値を問い詰めた。醜いアヒルの子は卵を産むことも猫のように喉を鳴らすこともできなかった。彼が語る広い水面を泳ぐ喜びや夕焼けの美しさ、空を飛翔することへの抑えがたい憧れは、猫にもメンドリにも全く理解されず、ただの愚かしいざれ言として一生に付されるのだった。お前は何もすることがないからそんなバカなことを考えるのだ。彼らはそう言って彼を諭そうとした。暖炉の火のぬくもりは彼の凍えた体を一時的に癒したが、心の奥底にある孤独と真の理解者を求める渇望はますます募るばかりだった。この閉ざされた空間での幸福は彼にとって息苦しい檻でしかなかった。広大な世界、自由な水面、そして何よりも自分自身の魂が求める何かへの抗いがたい引力に導かれ、彼は再び不確かな未来へと足を踏み出すことを決意する。第4章、氷雪の抱擁、孤独という名の試金石。秋が深まり、木の葉が赤や黄色に色づき、やがて冷たい風に舞い散る頃、醜いアヒルの子は名も知らぬ湖のほとりで一群の美しい鳥たちが空へと飛び立つのを目撃する。雪のように白い羽毛と長くしなやかな首を優雅に揺らす、見たこともないほど気高いその鳥たちは白鳥であった。彼らが夕日に向かって力強く羽ばたき、遠ざかっていく姿を見送りながら、醜いアヒルの子はこれまで感じたことのない強烈な憧れと胸を締め付けるような切なさを覚えた。あの美しい鳥たちのもとへ行きたい。その声にならない叫びは彼の魂の奥底からのものであった。しかし冬は容赦なく訪れた。湖は次第に氷に閉ざされ、彼の泳ぐ場所は日に日に狭まっていく。食料を見つけることも困難になり、寒さと飢えが彼の体力を奪っていった。ある夜、ついに彼は氷の中に閉じ込められ、動けなくなってしまう。凍てつくような孤独の中で彼の意識は遠のいていった。それは彼の短い生涯で最も過酷な試練であり、生命の灯火が消えかかる寸前の絶望的な瞬間だった。この極限の孤独と苦難はしかし彼の魂を鍛え上げ、内に秘められた真の強さを試す運命の試金石でもあったのだ。明け方、偶然通りかかった農夫によって救い出され、彼はかろうじて命をつなぐ。しかし農家の子供たちの乱暴な扱いに耐えかね、再び彼は荒野へと逃れ、雪に覆われた世界で春の訪れをただひたすらに待ち続けるのだった。第5章、行幸の水鏡。翼はためく真の我。長く厳しい冬がようやく終わりを告げ、生命の息吹が大地に満ち溢れる春が訪れた。太陽は暖かく輝き、ひばりは高らかに歌い、世界は新たな色彩と香りに包まれた。醜いアヒルの子はいつしかたくましく成長した自分の体に力がみなぎるのを感じていた。彼は力強く翼を打ち、空へと舞い上がった。眼下には花咲き乱れる庭園と鏡のように澄み渡った水路が広がっていた。その水路に3羽の美しい白鳥が優雅に泳いでいるのを見つけた瞬間、彼の心は再びあの秋の日に感じた切ない憧れと言いようのない不安に揺さぶられた。そうだ、あの美しい鳥たちのもとへ行こう。たとえ彼らに殺されてしまうとしても、あの醜い姿でアヒルたちにいじめられるよりはマシだ。彼はそう決意し、水面へと降りていった。白鳥たちは彼に気づくと羽を膨らませて近づいてくる。彼は恐怖に目を閉じ、頭を水面へと垂れた。その時彼の目に映ったのは
澄んだ水面に映る紛れもない白鳥の姿、それは彼自身の姿だった。かつての鈍色で不格好なヒナはどこにもいない。そこにいたのは雪のように白い羽毛に覆われ、しなやかで優美な首を持つ一羽の若々しい白鳥だったのだ。彼は自分が醜いアヒルの子ではなく美しい白鳥であったという驚くべき真実を悟った。それは苦難に満ちた過去からの解放であり、真の自己との開口の瞬間であった。第6章、大空の賛歌。苦しみは歓喜の序章。他の白鳥たちは彼を温かく迎え入れた。彼らはその美しい翼で彼を撫で仲間として認めた。こんなに幸せなことがあるなんて夢にも思わなかった。アヒルの庭で過ごした日々の屈辱、森での孤独、冬の凍えるような苦しみ、それらすべてがこの瞬間の輝きの中で遠い過去の出来事として溶けていくようだった。庭園に遊びに来た子供たちが彼を指さして叫んだ。新しい白鳥がいるわ。あの子が一番美しい。その言葉はかつて彼を苦しめた醜いという評価とは全く異なる純粋な称賛だった。しかし彼はもはや傲慢になることもうぬぼれることもなかった。苦難の日々が彼の心を謙虚に、そして深くしていたからだ。私は自分がこんなにも幸せになれるなんてアヒルの子だった頃には想像もできなかった。彼は心の中でそうつぶやき、その美しい翼を広げ、仲間たちと共に青空へと舞い上がった。彼の飛翔は単なる物理的な移動ではなく、魂の解放と真の自己の肯定を象徴する壮麗な舞踏であった。かつての苦しみはこの比類なき歓喜と幸福感に至るための必然の序章だったのである。アンデルセンの筆はここで静かに、しかし力強く語りかける。真の美しさは内面に宿り、困難を乗り越えた魂はより一層輝きを増すのだと。そして醜いアヒルの子の物語は読む者の心に逆境の中にあっても希望を失わず、自分自身の真実を信じ抜くことの尊さを深く刻み込むのである。終章。魂の鏡に映るあなたの物語。ハンス・クリスチャン・アンデルセンが紡いだ醜いアヒルの子の物語は、単なる動物の偶話を超えて私たちの心に深く、そして静かに響き渡ります。それは時を超え、文化を超えて、人間の魂が抱える普遍的な問いを投げかける詩的な鏡なのです。私たちは誰しも人生のある時点で醜いアヒルの子のように感じることがあるのではないでしょうか。周囲との違いに戸惑い、理解されない孤独に苛まれ、自らの価値を見失いそうになる瞬間。社会の普通という枠組みや他者の期待という名の見えざる圧力の中で、私たちは時に自分自身の内なる声を聞き失い、本来の輝きを曇らせてしまうことがあります。しかしこの物語は優しく、そして力強く私たちに語りかけます。真のアイデンティティは他者の評価や一時的な外見によって決まるのではなく、あなたの魂の奥深くに秘められた普遍の本質にあるのだと。アヒルの子が白鳥であったように、あなたの中にもまだ開花していない無限の可能性と、あなただけのユニークな美しさが眠っているのかもしれません。冬の凍てつく試練が春の目覚めと飛翔のための準備であったように、人生における困難や苦しみもまた私たちを成長させ、内なる強さを引き出すための触媒となり得るのです。その過程で経験する痛みや孤独は決して無駄ではなく、やがてあなたが真の自己と出会い、自分らしい翼を広げて大空へ羽ばたくためのかけがえのない糧となるでしょう。この物語は私たちに問いかけます。あなたは自分自身や他者をどのような鏡で見ていますか？一時的な姿や社会的なラベルに惑わされず、その奥にある魂の輝きを見つめることができているでしょうか？そしてあなた自身の内なる声に耳を澄まし、本当の自分として生きる勇気を持っているでしょうか？醜いアヒルの子の旅路は、あなたの心の奥底に眠る白鳥への目覚めを促す優しくも力強い呼び声です。ハンス・クリスチャン・アンデルセンがこの物語に託した願いは、きっと私たち一人一人が
自分自身の価値を信じ、ありのままの自分を受け入れ、恐れることなく人生という広大な空へ飛び立つことなのでしょう。その翼は苦難を乗り越えた先にこそ最も美しく輝くのですから、あなたの物語は今ここから始まるのです。いかがでしたでしょうか。ハンス・クリスチャン・アンデルセンが紡いだ醜いアヒルの子は、読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける自分らしく生きるというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる醜さや美しさとはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような希望の光を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することで、かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターでは、これからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。